できる限り手作りしてます。すぐ自分で作りたくなるから何でも。はい、ありがとうございます。いらっしゃい。まず準備から始まって、いつもこんな感じですね。もはや30度ある。卵とか肉ほとんど入ってないのが多いですね。メインで使ってるパンのほとんどに、生地には乳製品入れてなくて、ここに乳製品が入ってるもの自体がこう少量になってる感じですね。赤ちゃんとか小さい子でも、食べやすいようにはなってますね。チョコメロンパンっていう中にもチョコが入ってるメロンパンがあるんですけど、それに使ってます。オレンジピールとチョコっていうそれの生地なんですけど、自家製のオレンジジャムとチョコレートをいっぱい混ぜてます。一番最初にスタートするときに作った生地がこれだったんで、バターも抜いたレシピ毎日やっぱり表情が違うというか、気温とか温度によっても生地の出来具合とか違うし、ただそこをどうやってこううまく調整して焼き上げるかっていうのが一番面白いですね。今毎日勉強ですね。
家製の豆乳マヨネーズとコーンを合わせてるやつですね。基本的にうち普通のマヨネーズ使ってないんで、マヨネーズ系は全部豆乳マヨネーズです。手作りできるやつは手作りしてるので、やっぱり毎日食べてもらうんで、できるだけ手作りして添加物とかが入ってないようなものを食べてもらいたいっていう思いで、できる限り手作りしてます。私自身、子供が生まれて、それでちょっと食育とかに興味を持ち始めたっていうのが一番なんですけど、パンってやっぱり自分が子供の時に毎日食べてたし、今でこそ添加物気にするっていう時代にはなってるけど、当時は冷凍食品当たり前、コンビニ当たり前みたいなのがあって、でいざ親になって自分たちの子供とか来てくださるお客さんとかにはやっぱり添加物は使わないんで、食べても罪悪感のないような商品を作ってます。これはビーガンのカスタードクリームです。これもはい、もちろん手作りです。これ面白いのが、フランス人の人がいたんですけど、ビーガン全然美味しくないみたいなイメージを持ってて、こっちも全然何も言ってなかったんですけど、パンめっちゃ好きで食べてくれたんですよ。このクリーム美味しいよねみたいな。なんかビーガンのクリームだけどなって思いながら、それからずっと言えずにいたんですけど、すっごい褒めてくれるし。これは3種のチーズパンに入れて、ブロックのチーズ中に入れて、上に卵を塗ったりするのと一緒で、ちょっとツヤっとさせるために豆乳塗ってますね。
れはモッツァレラチーズ。シナモンの甘みをしっかり感じていくし、しっかり入れて美味しいですよね。好きで買ってくださる方も結構いるんで。一番人気の商品でプレーンとコーヒーとあるんですけど、後からエスプレッソアイシングを作って上からかけるんで、ベースは一緒ですね。これは浜比嘉の自慢の塩ですね。水にぬちます。水だけじゃちょっとやっぱり体に負担かかるから、塩分摂取でぬちませてます。これは自家製のあんこに米麹混ぜて10時間ぐらい発酵させるんですけど、
すぐ自分で作りたくなるから何でもできるものは。パンに挟むってなったらそのまま食べる時よりもちょっと味付け濃いめとか気持ち量多いめとかしないとなんか味がボケるっていうか、あとまあ具材いっぱい入ったら単純に嬉しい、食べる方からしたら。県産のフレッシュハラペーニョ、まあ、できるだけ県産使ってますね。ものを作ってるというか、それで楽しいですね。
は、ジーマーミ豆腐です。チーズの代わりに。美味しそうのイギリス人に教えてもらったんですよ、これ。家招待された時にピザ出してくれて、ジーマーミ豆腐チーズみたいに使ってて、食べたら美味しかったから、でそこから取りました。
アメリカではなんかよく家庭で食べられてるみたいなんですよこれ。日本の方でも多分アメリカに住んでた方、売ってるとこないからっていうので買ってくれますね。せっかく北中なんで北中のものを使えたらとは思ってたんで。もう一回作ってみてから考えようかなと思って。
昆布締めしたメカジキです。これは自家製のタルタルソースです。玉ねぎ、あとピクルス、豆乳マヨネーズ使ってます。ありがとうございます。いらっしゃい。ミスター、温め直しお願いします。はい、温め直しお願いします。いただきます。いただきます。美味しい。重っ。美味しいね。ね、なんだ。どう？美味しい。八重瀬町から来ました。40分かけて北海がありました。サクサクもちもちで美味しかったです。おしゃれ、快適でした。チョコのパンが美味しかった。また来ます。はい、ありがとうございます。今日は中でゆっくり食べていきますか。はい。はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。こちらも。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、お待たせしました。お
先にドリンクですね。アイスアメリカーノと温め直しのパンですね。はい、ごゆっくりどうぞ。要はこれもバターが入ってたレシピをバター入れないで置き換えて作ったレシピなんで、それでよりちょっとバターに近づけるっていうか、あまり水分量が増えないように行き着いた結果がこれです。九州と北海道のブレンドの粉と、あとは石臼びきの小麦粉、九州産の石臼びきの全粒粉、あとは県産のきび糖ですね。それにイーストと塩。乳化させたやつ。ありがとうございます。はい、just one this. ありがとう。We have cheese, so please. Yes, thank you. ありがとう。大丈夫です。ありがとうございます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。
Oh, I'm at Iron Bakery Cafe. So not too far from where I live. So came here to get some bagels, some pastries, as well as coffee. My favorite bread. I do like their pizza breads and their hot dog breads that they have here. It's always fresh and fluffy, so enjoy that. It's a little different. Japanese bakery bread is a little fluffier, but it's I like bakery. ありがとうございます。いってらっしゃい。いっぱいだね。上に置いていいよ。はい、ありがとうございます。私はこの魚のハンバーガーが好きです。チョコのクリーム。チョコのクリームです。いろんなパン食べたんですけど、どのパンも美味しいです。また買いに来ます。ありがとうございます。いってらっしゃい。今日初めて実は来て、ずっと来てみたいなと思って、今日はアイスコーヒーとあとバジルのピザトーストいただきました。とっても美味しかったです。とても店員さんもフレンドリーで、店内もおしゃれで、次はゆっくり落ち着いて中でも食べてみたいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。あとはもう冷凍庫に入れて生地の温度を下げていって、明日のまた発酵させるところに移してからっていう感じですね。よいしょ。店内はめちゃくちゃおしゃれで、店員さんもめっちゃ優しくめっちゃいい感じでした。はい、しらすとアーサのパンも目当てで来ました。あんまりない組み合わせで、ここでしか食べられないんで、それが目当てで美味しかったです。
アイエンベーカリー自体は6年ですね。恩納村の科学技術大学院大学で、アイエンベーカリースタートして、でそこから丸3年オイストでやらせてもらって、北中城に移転オープンした感じですね。オイストではまず国籍で外国の方がすごい多いので、ビーガンのパンは絶対に出してほしいということで、ビーガンのパンを作っていくことになるんですけど、自分が経験した中でビーガンのパンって作ったこともなかったんで、バターをどう省いてその代わり何を入れるかとかっていうのを考えて作りましたね。こっちではアレルギーでミルクとか乳製品がダメな方がやっぱり多いので、オイストとは違うなっていう印象ですね。来ていただいてありがとうございますというか、このお店自体がやっぱり通り沿いではないので、やっぱ皆さん調べてめがけて来てくれる方が多いので、自分のパンを食べてもらって、楽しんで帰ってもらえるっていうのが一番やっぱり大切にしてる感じですかね。具材とかソースほとんど手作りはしてるんですけれど、まだやっぱ作りきれてないソーセージとかベーコンとか、そういう加工肉とかまでも自分たちの手で作っていければいいかなと思ってます。天然酵母だったりいろいろやりたいことはあるので、その辺はまたもうゆっくりゆっくりやっていければいいかなと思ってます。ありがとうございます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にパンが好きなんだなっていう優しいイメージがありますね。みんなのことを思って作ってるっていう印象があります。お客様に優しくて、私たちスタッフにも優しくて、何よりパンに優しい店長だと思います。安心安全で、これをやらなくなってしまったらちょっと松戸ベーカリーではなくなっちゃうと思うので、いっぱい好きなもの買い本当に1週間があるから。中種です。
メロンパンとかレーズンのパンの中種です。三温糖ですね。前日に仕込んでおいた中種です。無色透明なんですけど、パン生地に入れるとしっとり感とかもっちり感とか出て、結構食パンとかもちっとした食感と水分を保持しやすいというか、そういう感じです。これで30分経ちます。これを出して。食感がやっぱりパリパリしてて楽しいと思うんで。
まあ、いいぐらい今日はいい感じで練り上がりました。これから焼いていきます。辛口のソーセージですね。胡椒とマヨネーズ合わせて。中種ですね。
算して大丈夫ですか、一緒に。はい。入れましょうね。はい、失礼いたします。また顔見せに来てくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。毎週食パンとか菓子パン、子供たちが好きなもんだからそれを買いに来てますね。とかメロンパンとかね、あんパンなんかも美味しいですね。塩パンとか。大体これはいつも買ってましたね。これコルネっていうの、チョココリアン。ちょっとフランスパン柔らかめで、中にクリームが入ってて私は好きなんですよ。店員さんがとても明るくてね、雰囲気が良くて、パンもなんか特別な材料がこだわりがあってね、とても美味しいですね。アグイの塩がそんなしょっぱくないっていうか、塩気はあるけどちょっとマイルドな感じの塩なので、バランス的にはすごいいいと思います。できるだけ自分の美味しいなと思うもの、安心で安全なものをっていう感じで、そういう食材とかは選んでやるようにしてます。あとはもうパンとの相性とか、そういったところでの選択になってくると思うので。山椒とチーズですね。取るので。
約ありがとうございます。ありがとうございます。一度娘が買ってきて美味しかったんでいろいろ買いました。カレーパンと孫ちゃんたちの頃ね、くるみパンとか、これもあるね。いい感じですね。もうすごい明るくてよかったです。白パン自体は卵、乳製品をまず使わないことと、粉は国産小麦、島マース、本赤と太白のごま油を使って、子供さんが食べてもお母さんも安心できるような配合にしてます。本赤糖は原料としては沖縄産の原料糖を使ってて、甘みがまろやかで味が強すぎない分、他の素材を引き立てられる。子供が最初に食べるパンどんなパンがいいですかとか聞かれることが多いので、そういった時はでアレルギーの子たちが今多いので、とてもなのでアレルギー対応にもなってますし、食パンプチ食パンでしたら安心安全で初めてのパンでとてもおすすめですよということでは、はい、こちらからお伝えしてますね。
されますか？お願いします。はい、かしこまりました。お待たせいたしました。新規のおりがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。孫もいるんですけれど、安心して食べさせられるパンだなって思って、職場の方にもあげたくて、くるみパンとか人数分5個ぐらい買ってしまいました。買ってしまうと1人で3個ぐらいちょっとペロリと食べてしまうのではい、もう美味しくてどんどんいけちゃうパンです。はい、大学2年生になる子がもう小学校の頃からお小遣い持たすと松戸パンで買ってきたとか言ってて、帰ってきたら店主さんの人柄もすごく良くて、店員さんも明るくて、私はもうとても気に入ってますね。ぜひっていう感じですはい、お願いします。ありがとうございます。今日仕事は休みですか？アイスコーヒー一つお願いします。ブラックで。じゃあブラックのアイスコーヒーになります。いつもありがとうございます。ありがとうございました。近所で私は働いてるので週1ぐらいできます。初めて今日気づいて、しょっちゅう来てるのにアイスコーヒーあるの気づかなくて、今日初めて買いました。カレーパンがめっちゃおすすめです。カレーパン。子供たちはこんなコロコロしたクロワッサン生地の甘い感じも大好きで、店長さんもね、千葉の松戸の出身みたいで、名前も面白いですよいつまでも続けてほしいです。今後ともよろしくお願いしますこのぐらいの厚さになりますけどよろしいですか？もうちょっと薄い方。ありがとうございます。これは高い温度で焼いて、でこっちに出てきた時に温度差でこういう皮がパリパリパリって弾けて、その弾けた音がこうパチ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 いう音になりますね。あんまり生地の状態が本当良くないと
こういう音は出ないですね。この音を聞くとホッとします。分かっているのですね。美術長を。もういつもこんな感じで。そうですね、はいアイスコーヒーもよく買います。もうほぼ毎日来ていただいてます。ナスのフォカッチャもよく買います。これも買う。ありがとうございます。はい、どうも。アイスコーヒーと、ナスのフォカッチャか、メロンパンもよく買うし、とにかく美味しいので店主さんも優しそうな感じで、レジに立つ方たちも物腰が柔らかい方が多いですね。これからも美味しいパンお願いします。いっぱい好きなもの買い好きなパンがいっぱいあってよかった。ありがとうございます。天気も悪いのにありがとうございますね。ありがとうございます。好きなものがいっぱいあっていっぱい買いました。10個ぐらい買ってる。もっと買ってる。もっと買ってる。いっぱい買いました。コーヒー牛乳買いました今日は。いろいろと種類が多かったですので、また買いたいと思います。よろしくお願いします。頼みました。仕事帰りの甘いパンとか、営業時間間に合ったらもうすぐ来る感じですね。牛乳も販売しているので、前はなかったんですけど、パンと牛乳をセットで、ご主人がものすごく大事にパンを丁寧に作ってる感じが、このお店の雰囲気と相まってるというか、パンと似たようなご主人って感じです。お願いします。アイスコーヒーも一つください。はい。お待たせいたしました。ありがとうございます。じゃあアイスコーヒーになりますね。ありがとうございます。
っしゃいませ。します。またね、失礼。やっぱりいいのを使ってるので子供に食べてほしくて、ベーグルがやっぱり外がパリパリで中はもちもちで、チーズもこうふんだんに入ってるんですよ。もうこれでもかってぐらい。それがすごい好きでよく買います。メロンパンをよく買います。他のとこもちょっと行くんですけど、やっぱここに戻ってきてしまうっていうか、やっぱこっちで買おうかなと。味もだし、安心だし、安全だし。いつもパンを後ろでこう作ってて、いらっしゃいませって大きい声で言ってくれる。なんか本当にパンが好きなんだなっていう優しいイメージがありますね。一生懸命なんかみんなのことを思って作ってるっていう印象があります。いつも美味しいパンをありがとうございます。これからもよろしくお願いします。一言でまとめるのは難しいですけどもですね、お客様に優しくて、私たちスタッフにも優しくて、何よりパンに優しい店長だと思います。スタッフのことを常に考えて、とても働きやすい職場なので、美味しいパンが作れると思います。オープンしてからお客様とお話をしている時に、お子さん向けにこの卵乳製品が入ってないものが欲しいなっていう時に、できるだけ柔らかいもので子供も美味しく食べられる生地にっていうことで、元あった生地から卵を抜いて配合を少しずつ変えていって、今の形になった感じです。安心安全で長く食べられるような味と大きさと配合とっていう形で考えてやってます。これをやらなくなってしまったら、ちょっと松戸ベーカリーではなくなっちゃうと思うので、松戸ベーカリーの土台として大事なものであるので、ここはしっかり守っていきたいなと思います。たくさんの人に来ていただいて、できるだけどんな人が来ても食べたいパンが選べるようなラインナップにして、小さいお子さんから年配の方までこれ食べたいなっていうような商品品ぞれにした上で、安心安全で食べられるようなものを作り続けていって、お客様が喜んでもらえたらいいかなと思います。いらっしゃいませ。お決まりのものからお取りしますね。家族仲良くやっていこうと。いってらっしゃい。うちねは何もないよねじゃなくて、いやでもパン屋あるよみたいな。一応うちで仕込んでる生地は全部砂糖はきび糖を使ってて、沖縄県の砂糖生地のやつですね。
こ駐車場スペースだったんですけど、駐車場スペース車1台止まれるスペースでプレハブの方をかけてっていう作りだったんです。粉もここから取れるようにしてます。鉄板のここから取れるようにしてるので、作業中の移動はないように考えてはいます。大丈夫かな、ちょっとだけかな。でこのでっかい鉄板を入れる発酵機がないので、乾燥防止でビニールをかけて紅芋チョコチップメロンパン。そうですね、メロンパンのこのメロン側っていうんですけど、上のクッキー生地、これに、紅芋パウダーを混ぜて作ってます。
作ってます。ツナと、レンコンと、大葉を混ぜて作ってます。仕上げだけになっちゃいます。マヌルパンは韓国の屋台発祥のパンらしいんです。多分こんな感じだろうなっていう感じで作ってみたっていうのが割と人気ありますね、これも。子供たちがもう来てました。大体6時半ぐらいに妻が起こして、で7時半頃には、保育園と小学校に送っていくって感じですね。で戻ってからすぐ店開けてもらうみたいな結構向こうもバタバタしてて、
ロンパンです。出身は静岡県ですね。大学でその沖縄に来て、結婚をしたタイミングでちょっと東京に出まして、で東京でそもそもアルバイトで始めたのがパン屋だったっていう感じですね。でやってみたら面白いなって思う部分が多くて、物を作ってそれが完成するっていうのはやっぱすごいやってて達成感というか楽しいなっていうのもありましたし、お客さんがそれで喜んでくれるっていうのはすごい嬉しいもんだなと思ったので、パン屋っていう仕事をしてみようかなって思ったのはそこからですね。おはようございます。おはようございます。お父さんに行ってらっしゃいして。行ってきますか。行ってきます。いってらっしゃい。今から学校に行ってきます。行ってきますして。いってらっしゃい。日曜日はその半日営業にしてるんですけど、土日両方フルで営業しちゃうと子供たちと遊ぶ時間なくなっちゃうっていうのもあって、今は半日営業にしてます。子供たちが大きくなったら日曜もフルで営業するかもしれないですけど。
1個なんか割ってみます？中はサクサクです。あんこを混ぜて使ってて、なんかこの混ぜて使ってるのがやっぱ良かったのか、すごい好評いただいてますね。あんこ苦手だけどここのあんこは美味しいみたいな感じで言ってもらえて。その役割分担的には自分がパンを作って妻が販売みたいなのが大まかな役割分担なんですけれども、で妻も結構思いついたらやってみようじゃないですけど結構そういうたちなので、妻に結構背中を押されることが多いですね。尻叩かれるじゃないですけど
これからこれからこれ全部2ずつね。2ずつ塩パンさん塩パンガさん。あざま共同売店っていうこの地域のあざまっていう集落にある共同売店さんに納めるパンですね。地域のご老人の方々とか子供とかはここまではなかなか車とかじゃないと来れないので助かるって言われますね。できるだけ続けていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。地元の方が買い物に来る食料品とか買い物に来る商店です。はい、船に乗る方が船に乗る前に買っていかれたり。パンがついてらっしゃるので、あれ今日パンないのとかって言われる時があります。売り切れの時なんかは。はい。やむりました。ダイムパンも一つ。タイムパンも、はい、ありがとうございます。大里に6にします。とても大好きです。ありがとうございます。よろしくね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。美味しいって評判ですよ。平日普段仕事なんで来れないんですけど、ちょうど娘も休みで一緒に来れたもんですから行ってみようって。娘はもうなんかファンみたいで美味しいっていうことで、皆さん美味しいので買いに来てください。よろしくお願いします。好きでこの地元に戻ってきたではあるんですけど、やっぱりここって限界集落みたいな人があんまり住んでない地域なので、やっぱりどうしても来ていただくって言ってももうみんな外に出て行ってたりとか全然人いなかったりするんで、自分たちが出ていくという感じですね。まあそういう感じですね。でもやっぱそうやって外に出ていくと美味しかったから来ましたみたいな感じで来てくださる方もいて、それは嬉しいですね。いらっしゃいませ。こんにちは。たまたま近く通ったら調べたらこのパン屋さんがあったんで Google マップで見て、はい、で来ました。今日は塩パンとカレーパン買いました。はい、車の中で食べながら沖縄の自然を見ながら楽しみたいと思います。ここがもう玄関で、よくでも気づく人は気づくんですよ。これお家ですよね、玄関ですよねみたいな。ここは靴箱板とかも全部自分たちで貼ってますね。これとこのカウンター、大学の時になんか自分たちでライブハウスとかを作って運営してる先輩がいて、こうやって自分で何でもできるんだっていうのが、学びとしてあって、自分でできることはどういうふうにしたら
ちゃんとお店らしく見えるようにできて、しかも自分の力でどれぐらいでできるのかっていうのを、こんなお店がしたいみたいな、この重なってるところでお店を作ったって感じですね。販売に行ってきます。で、あとはもう街ですね。こんにちは。お久しぶりです。どうも。よく来てますね。職場がですね、ここから車で5分以内なんですよ。なのでやっぱ嬉しいですよ。職場の合間にも来れますし、差し入れとかで持っていくこともやっぱ多いですよ。あんバタシリーズはいろいろ食べてきてるんですけど、このあんバタ塩パンはもうナンバーワンですね。結構バターが効いてて、塩パンとこのあんバターの融合具合っていうんですか、半端ないです、はい、基本惣菜系のパンを買います。絶対うまいですよね。これ初めて買いました。いつも美味しいあんバタ塩パンをありがとうございます。大体カレーパンが出て、11時半から12時半の間ですね。カレーパンが出て、一通りパンすべて焼き終わり。ハニーナッツが入ってます。はい、ありがとうございます。またどうぞお越しくださいませ。私はチートスアメリカ、アメリカでカリフォルニア。一番好きだハニーナッツ。ハニーナッツ。くるみ美味しい。塩パン。塩パンが美味しい。美味しい、美味しい。毎週金曜日朝ごはんチリート。はい、毎回ハニーナッツ塩パンと日本パン一番好き。はい。中おしゃれ、おしゃれも。可愛い。おしゃれ店。
そうですね、私がここの出身で生まれも育ちもこの知念なんですよ。ここは父が建てた家なんですけど、ちょっと父がもう亡くなってもう空き家になってたっていうのと、もう5年前まで東京に住んでたんですけど、子供が生まれて東京で子育てなんか自信がなくてなんか自分はこういうこの海とか山とかいっぱいある中で育ってるのに、なんかどうしたらいいんだろうっていう気持ちがあったのと、コロナになっちゃってもう東京にいてもどうせどこにも出かけられないとか、やっぱ戻ってきてなんかまあせっかくパンも作れるし、ここはもう何もないんですけど、逆に何もないから、まあ、パン屋を開けたらもしかしたら誰か来てくれるかもねみたいな感じでやってみようかっていうところから、沖縄に帰ってくる計画を具体的に決めて戻ってきました。いらっしゃいませ。お決まりのものからお取りしますね。はい、お願いします。あんバター塩パン。はい。はい。今日はカレーパン。カレーパンですね。ありがとうございます。小さくてもう街にもうずっと溶け込んで、気軽に買いに来てもらえるように、地元の方に。これはちょっと目標みたいなんですけど、知念は何もないよねじゃなくて、いやでもパン屋あるよみたいなみたいな感じで言ってもらえたらなみたいな、ゆくゆくはですけど体が健康な間は自分たちでパンを焼いて売って生活できたらいいなみたいなそれぐらいです。お店の目標としてはもうとりあえずずっと続けるっていうのが一番の目標ではありますね。はい、私は死ぬまで続けるっていう感じです。はい。譲れない部分がぶつかってないというか、多分なんか衝突したことないです、譲り合いあんまり意識したこともないけど衝突しないですね、あんまり。18で知り合ったか。だからもうそろそろ20年ぐらいずっとですね。そうですね。家族仲良くやっていこうと思います。はい。
グルテンフリーのパン。グルテンフリーが一番多いのが魅力ですね。僕が作るパンはなるべく添加物がないものをお客様に届けたいなっていうの思いがあって。興味がなかった人たちでも添加物ってこんなに使われてるんだとか、使っていなくてもこんなに美味しいんだ、ブーランジェリーダイのパンを通して興味を持っていただければなって思っています。おはようございます。これは沖縄の小麦と北海道の小麦2種類混ぜてます。沖縄の黒糖と沖縄の塩と沖縄県産の小麦、これを混ぜてますね。地元の小麦ですね。育ってきた環境であるので、やっぱその地域貢献をしながら野菜とか、あとは小麦粉、あと地元の食材をなるべく取り入れて地産地消しつつ、地域の食材を使うことによってこう地域の活性化にもなりますし、またこのパンを通して食べた方が沖縄の良さを分かるかもしれないから、地域の皆様と一緒にパンを通してこう盛り上げていきたいなっていう。これは発酵バターですね。沖縄県産の全粒粉が入ってるので、なのでつぶつぶして全粒粉栄養価高いので、次食パン仕込みますね。このタブレットは何ですか？これはレシピが全部載ってるものなんですけど、天気とか曜日によって予定数が変わるので、数字を入力すると自動的にこの分量で作ってくださいっていう数字が出てきます。こんな感じでバーって。食パンの生地は何々使われてるんですか？粉はちょっとこういった北海道産の契約栽培小麦と、こういうポストハーベスト、プレハーベストを使っていないこだわりの小麦を使ってます。はい、であとはきび糖と沖縄の塩を使ってちょっと優しい味わいに仕上げてます。で結構毎朝食べるので軽めの食感になるように生地は作ってます。これは蜂蜜とヨーグルト入れてます。蜂蜜の酵素とヨーグルトのこのpHがうまく下がることで歯切れのいい食パンになります。フランスパン生地ベースに中にドライトマトとキューブチーズと、あとバジルとニンニク、あとオレガノ、ローズマリーが入ってます。
普段は5時出勤です出勤っていうか5時ぐらいに来てますね。早い時だと4時とか一人でやってます。じゃあ上手に。はい。今は何の分割ですか？これは塩パンの分割ですね。今日は150個分ぐらいですかね。塩パンで？塩パンだけで春のパン祭りというイベントで2日間1500円以上お買い上げいただいたお客様に塩パンをプレゼントします。今日はいちごのティラミスのイベントをやります。注文が入ってからお客さんの目の前で作るイベントがあるんですけど、そのイベントに向けてちょっと多めに作ってますね。もう黙々ともうこの時間は、黙々と朝のスピードがかなり大事なので、今日は多分全部合わせたら500近くはいくはずですね。クリームパンです。結構バニラビーンズたくさん使ってます。バニラビーンズすごいやっぱ入れると香りが出るんで結構使ってます。すごいたっぷりチョコチップが。ダブルチョコチップメロンパンっていう商品があるんですけど、中にチョコチップ使って、後から上にクッキー生地にもチョコチップ乗せて贅沢に使ってます。めっちゃ美味しそうですね。ありがとうございますこれはキャラメルチョコチップです。水の量が 80% 超えてるのでちょっと柔らかいタイプです。それがやっぱもちもち感というか、もちもちというよりも歯切れのいいあっさり、そして軽めに仕上げてます。あまりガスは抜かないようにしてます。軽く潰す感じで。これはゲランドエンです。フランスの塩です。
これはカレーパンですね。自家製のバターチキンカレーを作って、塩パンの生地で一緒に包んで焼いてますね。これはベーコンエピですね。ベーコンはすべて無塩石ですね。なのでちょっと普通のベーコンに比べたらちょっと見た目は若干くすみますけど、保存料、発色剤が入っていない、加工しすぎていないこういう加工肉を使った方が体にとってもいいですし、なのでそれを積極的に食事系で使ってます。食に興味を持ち出したのが中学の時かな。もともとあまり体の調子が良くなかったんですけど、僕自身がいろんな食の問題とかに興味を持って調べていく中で、残留農薬とか加工食品にいっぱい入っている添加物が結構現代人に影響されている部分があると思うんですよ。僕が作るパンはなるべくそういう添加物がたくさん入ってたりとか、外国産の農薬問題とかそういうのになるべくないものを使ってお客様に届けたいなっていうの思いがあって、興味がなかった人たちでも添加物ってこんなに使われてるんだとか、使っていなくてもこんなに美味しいんだ、パンを通してきっかけになれればなって、そして自分の体に対して気を使っていただければきっといい人生なれるんじゃないかなって、僕はそういう思いでパンを毎日作っております。はい、このハムも無添加のハム使ってます。はい、2種類使ってて、これが米粉で、また違う種類の米粉を使ってます。ふわふわともちもちを生む秘訣の配合ですね。
が低くなると混ぜてる時の温度が変わってくるので、それを調整する水温だとか計算して、夏場は23度ぐらい、冬場は26ぐらいとかでうまく調整してやる感じですね。なんかパン生地っぽくはないですけど、こんな感じですね。生クリームみたいな感じ。これは発酵後ですね。発酵させて、でミキシングもう一回入れてするとこんな感じの。かなりトロトロですね。はい。米粉パンって言っても小麦グルテンを添加してる食パン結構あるので、グルテン入れたらなんか成形はできるみたいなんですけど、これは完全にもうグルテンが入っていないので、こんな感じのサラサラしてます。グルテンフリー難しいんですよ。なんか作るの結構失敗したのが膨らまないんですよ。もしくはここまでは膨らんでるけど焼くとしぼんだりとか。これ1個や2個作るのは簡単なんですけど、毎日この量を季節変わっても同じ焼き色で同じ高さで出すのが大変で、そこは研究を重ねてなんとか今にたどり着いた感じです。ちゃんときれいに安定するまでは1年ちょっとはかかりましたね。それまでは成功できる日もあれば、なんか微妙な日もあれば、波がありましたよ。ああじゃないこうじゃないで、なんとか今たどり着いた感じです。焼いちゃっていけるタイミングで、沖縄県産の全粒粉を一緒にブレンドしてて、なので見た目がこう全粒粉の点々々が見えるんですけど、全粒粉栄養価高いんで、どうせ食べるなら栄養価があるの方が良くないですか。体にいいかなと思って入れてます。しかも無農薬なので全粒粉で使っても安心なので。どうぞ松田さん。ありがとうございます。あの感じ。肺が好きです。肺がロールの。あそこまでは強くないけど。油で揚げてないので、ちょっとヘルシーなんですよ。油で揚げない焼きカレーパンなので割とあっさりですね。
プチプカは1つ。ピスタチオデニッシュ。ピスタチオデニッシュは1つ。このパンショコラを。パンショコラ2つ。ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。月に2回3回ぐらいかな。今日は休みの日で家内が友達と遊びに行っちゃったんで子供たちのランチを買いに来たんですけど、休みの日とかの昼ご飯にはちょうどいい感じですね。ちょっと贅沢ですね。沖縄美味しいパン屋さん多いんですけど、どれも丁寧だし、ここはちょっと一段美味しいかなというふうに思います。計算するので。ありがとうございました。これ66個のご予約ですね。はい。これが同じなので。7個ですかね。70? お祝い用に人にあげようかなと思いましてね。他のパン屋さんに比べて美味しいです。塩パン柔らかい。近くにパン屋があって助かります。頑張ってくださいという。どこでもいいよ。あんたよ、お、上上がらない。説明します。いちごチョコグラノーラを下に引いてて、最後食べた時にザクザクっていう食感が味わえるようにこうやってやってます。一番底に。
せ。なんかこう毎週何か来る楽しみがあればお客様も来るきっかけになりますし、あとはやっぱ楽しみがあったらいいじゃないですか。なのでこう定期的にティラミスやったり生ドーナツやったりでお客様をこう楽しませるように自分たちで考えてイベントやってますね。あとは作ってても楽しいんですよね。やっぱりパンばっかりじゃなくて、もともとパティシエとして洋菓子店でずっと働いてたので、はい、元パティシエだったんですか？そうですね、洋菓子店で10年ぐらいずっと働いてました。じゃあ元はパンじゃなくてパン屋さんで働いたことないですお菓子もお菓子ですごい綺麗な部分もあっていいんですけれども、やっぱ僕はパンが好きなのでパン作りを極めてこの道進みますはい、作ってたら楽しいですか？楽しいですね。膨らんでいきますね、夢も一緒にはい姉ちゃんが持ってありがとうございます。結構よく来られるんですか？結構来ます。週に2、3回です。グルテンフリーのパンだったりとか、結構このイベントやってる時はドーナツだったりティラミスを買いに来たりします。すいません。大丈夫大丈夫。あるんですね。好きなパンなんですか？マルゲリータ。マルゲリータ？美味しい。美味しい。このティラミスは？美味しい。ティラミスも美味しい。グルテンフリーが一番多いのが魅力ですね。普通に小麦のパンも食べるんですけど、もう半々ぐらいで食べたりします。いちごも食べたい。いちごも食べたい。大きくない？おさまでした。はい。ありがとうございます。お買い上げありがとうございました。
ちらで、はい、ありがとうございます。やっぱりあんバタですか定番ですよね。塩味とあんこの甘さとの調和みたいなんですけど、あとパンの硬さや柔らかさだから多分好みもあると思うので、皆さんもぜひね第3に来て、いろんなあんバタと比べてみてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。土日が多分いろいろこの限定でいろいろやったりするので、ぜひねこれ皆さんも、来られることがあったらですね、ぜひお試しくださいと。ぜひまた利用させていただきます。今回はいちごティラミスを買いに来ました。塩パンか塩クロワッサンは割と毎回買ってる感じ。あとはなんかさつまいもパンみたいな、それを食べたりしてます。美味しいです。私はグルテンフリー結構頑張ってらっしゃるので、それは一応魅力的だなとは思う、私は。2週間に1回とかは最近食パン食べれるようになったので、グルテンフリーの食パンも買ってます。子供できたので、なんか体にいいもの食べたらいいなって思って、はい、これからも通います。お願いします。客層はですね、ファミリー層多いですね。近くに小学校も2つあって、保育園、幼稚園も結構周りにあるので、お子様にも安心して食べていただきたいなっていう思いがありまして、食材の選定から、あとは子供たちが喜ぶパンも結構展開してますね。例えば、メロンパンとか、メロンパン3種類あるんですけど、看板商品の塩パンもお子様でも食べやすいような硬さだし、添加物とかアルコールとかも一切入ってなくて、誰が食べてもシンプルで美味しいって感じるものに仕上げてます。健康に対して意識を持ち始めたら風邪ひかないですし、やっぱ気分的にもいいですし、顔色も良くなりましたし、肌荒れもなくなったし、いろいろこうきっかけがきっとみんなあるはずなんですけども、そういうきっかけを通して自分自身の体に対して、例えば運動しようとか食事は気をつけようってか、普段食べてる加工食品じゃなくて、なるべく使っていない添加物入ってないものなるべく選ぼうとか、そういう小さな意識がきっと大きないい未来を生むと思っているので、僕はそれを食を通して皆様に伝えていきたいですね。はい。農家さんが作った人参とかぼちゃですね、無農薬の地元の方が化学肥料とか農薬を使用していないので安心な野菜たちです。こんな感じで、これオーブンで2時間ぐらい焼きます。大変長らくお待たせいたしました。ありがとうございます。
中のいちごが大きくて甘くて、で餅もなんかすごい柔らかいんで、いちご大福とこのパイ生地がめっちゃマッチして超美味しいです。ぜひ食べてくださいきっかけがなんかグルテンフリーのパンがあるってことで、小麦を食べるとお腹を壊す人が家族にいて、どうにかお腹を壊さずにパンを食べれないかってことで探した結果見つけて、美味しいパンがいっぱいあったのでハマってるっていうところですね今。春のパン祭りってことでいちごのティラミスが50円引きと聞いて、実家の家族にも食べさせたいなっていうことでティラミス7個買っちゃいました。ちょっと多いかもじゃあお決まりになりましたらおかけください。塩パンお願いします。塩パン2つ。あんバター塩パン1つ。いちご大福で2升1つ。お待たせいたしました。7点で2840円です。お待たせいたしました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。小学校の時からずっと将来料理人になりたいって母に言っていたので、小学校の時に、母の影響だと思うんですけど、お菓子を作ってまして、でそれを食べた時に美味しかったってこう言ってもらえるのが嬉しくて、こうものづくりすることがきっと自分には合ってると確信して、もう中学の時にはもう進路も決めてたので、料理の世界に飛び込みましたね。はい。一番大切にしていることありますか？大切にしてるのは、売れればいいやではなくて、やっぱお客様も働いてるスタッフも、そして業者さんもみんながハッピーになれるようなこういい関係でなれるように日々考えながらやっていくことが大事かなと思っています。はい、ブーランジェリーダイのパンを通してこう何かさまざまなこう地球環境の問題だとか生態系の問題とか添加物の問題とかこう何かに興味を持っていただければなって思っています。はい、小さな活動ですけど、これを通して皆様が意識していただければ、きっと地球も生き物たちも
農家さんも私たちもきっとみんなハッピーになれるはずです。はい。ありがとうございます。